どうも皆さんこんにちは、原寛太です。今後の動画についてお伝えしたいことがあります。本題に入る前に、この1ヶ月ほど YouTube にほとんど動画をアップできなかった理由をお話しさせてください。この1ヶ月間、私はアフリカのウガンダで活動していました。前半の約2週間は、私が主催しているスタディツアーで日本からの参加者をご案内しており、そちらのアテンドに全力を注いでいたため、動画編集などの仕事がストップしていました。ツアーを終えた後の残り2週間は、ウガンダでの取材活動に専念していました。これが今後アップしていく動画の本題に関係してきます。私はウガンダ北東部のカラモジャという地域で現地取材をしていました。ウガンダはアフリカの真珠と呼ばれるほど水と緑が豊かな国ですが、カラモジャ地域だけは半乾燥地帯で農業にあまり向いておらず、牧畜が中心の地域です。近年は気候変動の影響などもあって貧困や飢餓がアフリカの中でも最も深刻なレベルにあります。実は過去にもカラモジャを取材したことがあるのですが、その時は貧困や飢餓という側面にフォーカスしすぎて、結果的にアフリカの貧困というステレオタイプなイメージを再生産してしまったかもしれないという反省がありました。一見すると貧しい地域と捉えられがちですが、そこには確かな生活の営みや複雑な人間模様があります。 SNS でショート動画が人気になり、短絡的な判断がされやすい現代だからこそ、私はそうした異なる世界の複雑な現実をお伝えしたいと考えています。そのため今回は過酷な環境をサバイバルしてきた彼らの豊かな生活やありのままの日常を伝えるための取材をしてきました。カラモジャを取材した後には、ウガンダ北部で子供兵士の問題も取材してきました。幼い子供がゲリラに誘拐され、銃を持って戦場で戦わされる。そんな子供兵士の問題は、この YouTube チャンネルでもたびたび扱ってきましたし、私の書籍でも何度か書いてきたので、皆さんも知識としてはご存知かもしれません。しかし、今回の取材では、元少年兵と元少女兵、それぞれ1名ずつに50分近いロングインタビューを行いました。生まれ育った村を襲撃されて誘拐された日の出来事、初めて銃を持たされた時のこと、仲間の死、そして脱走にまつわる緊張感のあるストーリーなど、子供兵士だった人間の話を改めて深く聞き、私自身も大きな衝撃を受けました。カメラを回しながらじっくりと当事者の口から語られる体験談を聞いていると、やはり胸に迫り来るものがあります。知識として知っていることと、一人の当事者から直接聞く体験とでは全く違うことを痛感しました。元子供兵士の彼らが勇気を出して話してくれた分、それを視聴者の皆さんにパスするのが今の私の役割だと思っています。これらの動画も近日中にアップする予定ですので、どうかお待ちください。他にもウガンダでいくつか取材してきたので、現地のドキュメンタリー動画がこれから順次アップされていきます。イラン情勢の影響もあって世界的に物価が高くなりつつある今、こうして海外で取材活動ができるのは、原寛太を応援するサポーターズクラブを通じて活動資金をご支援してくださる皆さんのおかげです。いつも本当にありがとうございます。ここからが今回の動画のメインテーマである今後の動画の方針についてです。日本に帰国し、動画編集に時間を使えるようになったため、これからは日本のスタジオで撮影した解説系動画と海外での現地取材動画の2つの軸でチャンネルを運営していきます。なぜこの両輪でやっていくのか説明させてください。まずスタジオでの解説系動画についてです。例えばアフリカのサヘル地域を扱った動画は46万回再生、セーファーフランの解説動画は33万回再生など、最近アップした動画一覧をご覧いただければわかるように、 YouTube というプラットフォームの性質上、短時間で効率よく情報を得られる解説系動画の方が圧倒的に再生回数が伸びやすい傾向にあります。 YouTube で発信活動を継続し、私自身が食べていくためにも再生回数の確保は必要不可欠です。そのためこういった解説系動画は皆さんが見やすい15分前後を意識して適宜アップしていきます。一方で海外での取材動画についてです。今の時代 AI が急速に普及し、誰もが簡単に情報をまとめて発信できるようになりました。だからこそ私自身が現地に足を運び、一時情報を自ら取りに行く現地取材の価値がこれまで以上に高まっていると感じています。実際今回のスタディツアーに参加してくださった方たちに、どの動画が印象に残っていますかと聞くと、ほぼ全員が海外での取材動画を上げてくれました。解説系動画は広く多くの方に見られやすい反面、ドキュメンタリー調の取材動画は見てくれた一人一人の心に深く刺さる力があるのだと改めて気づかされました。私は YouTuber になりきりたいわけではなく、やはりジャーナ
ナリストとして現場のリアルを伝え続けていきたいと強く思っています。これらを踏まえ、今後のドキュメンタリー系の動画は動画の尺を思い切って長くしていこうと決断しました。視聴者の方からはもっと10分くらいに短くまとめてほしいという声があるのも事実です。しかし現地で私自身が感じたことや心が動いた体験をできる限り同じ温度感で皆さんにシェアするためには10分程度では到底収まりません。細切れにして複数の短い動画に分けるよりも一つの長編としてじっくり腰を据えて見ていただく方が現地の空気感や物語の文脈を途切れることなく届けられると考えているからです。再生回数は伸びにくいかもしれませんが、たとえ少ない人数でも動画を見て心が大きく動いてくれる作品を作りたい。そのため今後は時には1時間レベルの長尺ドキュメンタリーとして制作していくつもりです。15分前後の見やすい解説動画でチャンネルの土台を作り、長尺のドキュメンタリー動画で深く届ける。今後はこのバランスを取りながら進めていきます。この方針を考えるにあたっては、スタディツアーの参加者との対話やいつも動画にいただく皆さんからのコメントがとても参考になりました。今後もこの方針で進めていくべきか、自分なりにしっかり考えていきたいと思っていますので、ぜひ今回の動画の感想やご意見をコメント欄で聞かせてください。また解説系の動画で扱ってほしいテーマなどがあれば、そちらもリクエストを書き込んでいただければ参考にします。最後に2つだけお知らせをさせてください。冒頭でお話ししたウガンダでのスタディツアーですが、今年の8月下旬にも開催を予定しています。次で第19回、第20回目となります。19回目の方はすでに満席になってしまったのですが、20回目の方はまだ空きがあります。私の日頃の動画を見てアフリカに興味を持っている方、やはり画面越しの情報と実際に現地へ足を運び五感を通じて得る体験とでは全く異なります。百聞は一見にしかずです。少しでも興味のある方はぜひ概要欄のリンクからスタディツアーのホームページを覗いてみてください。また今回の動画でお話をしたような YouTube 発信の裏側やジャーナリストとしての葛藤や哲学といった話はハラカンタのオンラインサロンシナジーでより深くお話ししています。そういった活動の裏側にも興味があるという方、ぜひこの機会に入会をご検討ください。こちらも概要欄にリンクを貼っておきます。改めてになりますが、日頃からハラカンタの YouTube 活動を応援してくださる皆様、本当にありがとうございます。再生回数という数字だけにとらわれず、これからも皆さんの世界観を揺さぶり、新しい視点を提供するような本質的な動画をお届けしていく覚悟です。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。